ミルキーお札ポテトを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、ミルキーお札ポテトを作っていきたいと思います。昨年私のチャンネルでね、サクサクお札ポテトという動画を出したんですが、今回はそのミルキーバージョンを作っていきたいと思います。さらにですね、前回出した時にね、サクサクになりませんでしたっていうコメントも結構入ってたので、ポイントなどはね、さらに細かく説明しながら作っていきたいと思います。材料は手軽で、作り方もすごく簡単です。ところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。さつまいも、お砂糖、牛乳、有塩バター、こちらの4つの材料で作っていきます。まずさつまいもですね。品種に関しましてはこちらはお好みの品種のものを使ってください。そして糖類なんですが、今回は上白糖を使っていきます。こちらグラニュー糖で代用していただいても OK です。あるいはですね、きび砂糖を使っていただいても OK です。代用するのであればグラニュー糖もしくはきび砂糖がおすすめです。そして牛乳ですね。こちら今回ミルキーお札ポテトということで牛乳を使用していきますが、こちらはお水で代用していただいても OK です。そしてバターですね。こちらは有塩バターを使います。有塩バターにしてちょっと塩味を加えていただくことで、さつまいもの甘みが引き立って美味しく仕上がります。無塩バターしかない場合は無塩バターでも大丈夫です。その場合は少し塩を加えて作ってみてください。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは作っていきます。まずはじめにさつまいもを切ります。今回ね、皮ごと使っていきますので、一度ね、しっかり洗ってから切るようにしてください。もし皮付きが嫌な場合は、こちらを皮を剥いて作っていただいて OK です。そしたら切りやすいように、まず半分に切ります。結構ね、さつまいも硬いので手を怪我しないようにだけ注意して切るようにしてください。そしたらこちらをだいたい 1.5 から2センチ幅ぐらいで切っていきます。この時も転がったりするので手を怪我しないように注意しましょう。こちらも同じように切っていきます。このように切ったらまた同じぐらいの幅で切っていきます。こんな感じで切ったらくるっと回転させて、また同じ幅ぐらいで切りましょう。はい、こんな感じで切ってください。そして切り終わったものに関しましては、ボウルにお水を張ってこの中に入れておいてください。それではね、残りも同じように切っていきます。はい、さつまいもはこのように切ってください。サイズ感はこんな感じです。一口サイズぐらいの大きさに切ります。そしたらこのまま5分ほど水にさらしてください。はい、5分経ちました。そしたら一度さっと水洗いして水を切ってください。はい、OK です。そしたらここにラップをして、そしてこの表面にですね、爪楊枝を使って何箇所か穴を開けていきます。こちらが空気の出入り口になります。適当にね、穴を開けてください。そうしましたらこちらを電子レンジ 600W で3分加熱していきます。はい、3分加熱しました。そしたらやけどしないようにね、ラップを外してください。だいたいね、これで7割8割ぐらいね、さつまいもに火が通っている状態です。そしたらやけどしないように一度ね、この下に溜まってる水分をね、取ってください。熱いのでやけどには注意しましょう。これで水分をしっかり拭き取れば OK です。それでは今からフライパンで作っていきます。それでは作っていきます。まずフライパンにバターを入れてください。そして火にかけましょう。火加減は中火です。一度バターを半分ぐらいまで溶かしてください。はい、で半分ぐらい溶けたらさつまいもを入れましょう。そしてあとはね、一度全体にバターを絡めて表面に少し焼き色がついてくるまで焼いていきます。ある程度絡めたらもうこのままね、あんまり動かさずに焼いていきます。思いっきり混ぜすぎるとね、だんだんさつまいもが崩れてしまいますので注意してください。焼き色をつけたいのでこんな感じでね、このまま焼き色がつくまで一度焼きます。火加減はそのまま中火で OK です。
軽く焼き色がついてきたら一度ね裏返す感じで、こんな感じでね転がしてください。まだね焼き色がついてない面を下にしてください。大体で OK です。あとはね同じ面ばっかり焼いて焦がさないようにだけね注意してください。お箸とか使ってやっていただくとねいいかなと思います。だいたいね表面が焼けてきたら、あとはちょっとね水分を飛ばしながら焼いていきます。表面が固まってくるとね、このように転がしても形が崩れなくなってくるので、そしたらね、お箸などでこうやってねよく転がしながら焼いてみてください。このぐらい焼き色がついてさつまいもの水分が飛べば OK です。そしたら一度ねこちらのさつまいもはボウルに出してください。はい、このようにねボウルに移しておきましょう。そしたらですね、今フライパンがすごく熱々の状態なので、一度こちらのフライパンを冷まします。人肌程度ぐらいになるまでフライパンを一度ね冷ましてください。はい、今ねフライパンが冷めました。触っても熱くないぐらいまで冷ましてください。もし急いでる時はですね、お水を直接ここに当てるのではなくて、裏返して裏面からお水を当てて冷ましていただくといいかなと思います。そしたらこの中にお砂糖を入れてください。ちょっと固まってるところは最初にね手でこんな感じで崩してください。先ほどね材料説明の時にきび砂糖でもできますとお伝えしたんですが、このように白いお砂糖を使うと表面がねちゃんと白くなるんですが、きび砂糖は色がついてるのでちょっと茶色っぽい仕上がりになります。なので白っぽく仕上げたい場合は上白糖かグラニュー糖を使っていただくのがおすすめです。そしたらここに牛乳を入れます。そして入れたらですね、火にかける前にちょっと混ぜてください。はい、でこのように混ざったら火にかけます。火加減は中火です。通常ねカラメルとかを作る時は加熱して色が変わるまでは中は触らないんですけれども、今回はお砂糖を結晶化して作っていくので、このように混ぜて衝撃を当てながらね加熱していきます。そうすることできちんと固まってねサクサクに仕上がります。50秒ぐらいしてくるとだんだんねふつふつしてくると思います。だんだん全体がねふつふつしてきます。今ねちょうど1分20秒ぐらいかな経ったぐらいですね。こうやって混ぜた時にお砂糖がねしっかり溶けてれば OK です。さらにこのようにねふつふつ白っぽく泡立ってくるぐらいですね。このぐらいを目安にしてください。で今ねちょうど1分40秒ぐらい経った状態ですね。あと目安としてはね、フライパンの縁にですねこのお砂糖をつけた時にこんな感じで白っぽくね固まってくれば OK です。そのぐらいを目安にしてみてください。こんな感じね。そしたら入れます。さつまいも全体に絡めてください。ここからの作業はね手早く行いましょう。火加減はねずっと中火で OK です。これで全体にねよく絡めます。ちょっとねさつまいも同士がくっついたりするので離しながら加熱してみてください。さつまいもを入れてだいたいね30秒から40秒ぐらいですね。こんな感じ。このぐらいまでになったら火を止めます。あとはね余熱で仕上げていきます。あんまりねずっと加熱してると色づいてきてしまいますので、ちょっとねこの縁の部分が固まってきたかなっていうぐらいになったら火を止めてください。あとはねこれを混ぜ続けます。そうするとねだんだん表面が固まってきます。昨年おさつポテトの動画をね同じような感じで上げたんですけれども、結構ねそのサクサクになりませんでしたっていうコメントが多かったんですが、多分ね加熱不足なんじゃないかなと思います。なのでサクサクにならない時はねもうちょっとねしっかり加熱してみてください。こんな感じでね今結構サクサクになりました。こんな感じ。音はこのぐらいです。そしたらもう一度火にかけて最後30秒ぐらいですね、このように水分を飛ばしながらね加熱していきます。この時さつまいも同士がくっつかないように、くっついてる時はねゴムベラで離しながらね加熱してください。このように揺すりながらね加熱しましょう。はい、 OK です。火を止めます。そしたら最後もう一度ねこのようにフライパンを揺すります。最初はねちょっとねっとりしてる場合もあるんですが、冷めてくるとねだんだん表面がカリッとしてきます。ある程度混ぜたらこのまま粗熱を取ってください。は
はい、今ね2分ぐらい置きました。そうするとねこんな感じでさっきよりもかなりサクサクに仕上がってます。音はこのぐらいですね。あとはねこのまま美味しく召し上がってください。これで完成です。はい、これでミルキーおさつポテトの完成です。こんな感じに仕上がりました。表面はこのようにねサクサクに仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。では手づかみで失礼します。いただきます。表面がサクサクで中のねさつまいもの甘さが引き立っててすごく美味しいです。美味しい。これはちょっと止まらなくなりますね。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のミルキーおさつポテトのポイントです。まずさつまいもの品種に関しましては、こちらはお好みの品種のさつまいもを使っていただいて OK です。グラムに関しましては約 300g を目安に作ってみてください。そしてさつまいもを切る時なんですが、だいたい 1.5 から2センチ角ぐらいの大きさになるように切ってみてください。この時ね手を怪我しないようにだけ十分に注意して切るようにしてください。そしてその後ですね、切り終わったらさつまいもは5分ほど水にさらしてアク抜きしてください。そしてアク抜きが終わったらラップをして、ラップの表面にねプツプツっと爪楊枝で数箇所穴を開けて、そして電子レンジで3分間加熱してください。これでだいたいね7割から8割ぐらい火が通ってれば OK です。そしてその後フライパンにバターを入れて、そしてさつまいもを加えて全体にねいい感じに焼き色がつくぐらいまで焼いてください。目安としてはだいたい3分から4分ぐらいを目安にしていただくといいかなと思います。そしてこの後結晶化させる時なんですけれども、以前ねこのおさつポテトをねご紹介した時に表面がサクサクになりませんでしたっていうコメントがね結構入ってたんですけれども、ちょっと実際に状態を見てみないとわからないんですが、おそらく火加減が弱いか、あとはさつまいもを入れるタイミングが早かったか、もしくはですね加熱不足かなと思います。なので今回はね分数目安でご紹介しているんですが、こちらもですねフライパンの材質だったり作る環境によって多少ね時間が変わる場合がありますので、フライパンの中の様子も参考にして作ってみてください。あとはですね結晶化させる時は一度ねフライパンの粗熱をとって、手で触って熱くないぐらいになるまで一度フライパンを冷ましてから作るようにしてください。そうすると失敗なく作れると思います。フライパンを冷ます時なんですが、そのまま冷ましていただいてもいいですし、すぐやりたい時はフライパンの裏側に水を当てて冷ましていただくといいかなと思います。そしてまずはじめにお砂糖と牛乳を加えて火にかける前によく混ぜてください。そして全体が均一になじんだら火にかけて、火加減は今回ずっと中火で OK です。プリンのカラメルなどを作る時は色が変わるまで中は絶対触らないんですけれども、今回はわざとねお砂糖を結晶化させる必要があるので、最初からよくかき混ぜながら加熱してください。お砂糖にねこのように衝撃を与えながら加熱することで結晶化しやすくなります。そしてふつふつ沸騰してきて泡がポコ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 出てきて全体が白っぽくなって、そしてお砂糖もきちんと溶けたのを確認したらさつまいもを加えて、加えたら手早くさつまいもにお砂糖を絡めてください。この時も火加減は中火です。あとはお砂糖が結晶化してくるぐらいまでよく混ぜてね水分を飛ばしながら加熱してください。ここでもねあんまりずっと加熱し続けるとお砂糖がカラメル色になってきてしまいますので、ある程度結晶化してきて水分が飛んだら火を止めて、あとはね火を止めた状態できちんと結晶化するまでねフライパンの中で混ぜながら、あるいは揺すりながらね調整してみてください。さらにそのまま粗熱を取っていただくとよりサクッとした仕上がりになりますので、最後食べる前はねちょっと粗熱を取ってから召し上がってください。そうするとよりサクサクっとした仕上がりになります。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はミルキーおさつポテトを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。